ようこそ、鉄鎮工房へお越しくださいました。今回は、アルミ板線、針金を使って、ネジを作りたいと思います。アルミのネジって、何に使うねんって思うかもしれませんが、小物工作では色々と使えそうなので、トライしてみました。きっかけはこれ。屋外に設置した、アルミアングルとステンレス製ボルトナット。白い粉が吹いていて、調べてみると、どうやら錆びたらしいです。ここから、ちいとばかし難しい話になるので、アレルギーの人は飛ばしてね。さっきの錆は、異種金属接触腐食、と呼ばれる現象です。違う金属同士を接触させた状態で、水分がかかったりすると、電池が構成されて微弱な電流が流れ、異種金属の間で電子のやり取りが行われることで腐食が発生します。これは金属の自然電位差によって生じていて、自然電位の低い方の金属が腐食するんです。イオン化傾向って中学生の頃に習ったよね。ステンレスとアルミを比較すると、アルミの方がイオン化しやすいので、先にアルミが腐食するというわけです。さて、本題に戻ります。アルミネジをどうやって作るか、こんな道具を考えてみました。金型を2つ作り、両方から、むにゅむにゅ、と潰せば、ボルトの頭ができるんじゃないかと。では、このアルミ板線を加工して、ボルトとナットを作りたいと思います。このアルミ板線は、ホームセンターの園芸品売り場で、1メートル100円くらいで売っていますよ。ボルトとナット、とりあえず10個ほどあればいいかな。潰した時の大きさを考えて、ナットは7ミリ程度、ボルトは20ミリ程度とします。適当ですが。金型の材料も、加工がしやすいアルミにします。これ、厚さ5ミリのアルミ開いた、30センチほど購入しました。で、設計図は無視して、適当な大きさを切り出し、ど真ん中に3ミリ程度の穴を開け、その四隅に均等に、4ミリ程度の穴を開けました。金型の片方はネジを切るので、少し小さめの穴です。これは、ネジを切ったアルミ板線を固定する道具です。真ん中で、バカ、と割れるようにして、圧力でネジが膨らんでも簡単に取り外せるようにしました。これがないと、金型からネジが外れず、強引に外そうとすると、ボルトが、ミニュ、とちぎれます。材料と道具が揃ったので、いよいよボルトの製作です。解説はうざいと思うので、製作過程を早送りでご覧ください。ようやく、ボルト1個の完成です。サイズは M3 です。自作なので、ボルトの長さを、使用する場所に応じて、適切な長さで作ることができるのがメリットですね。お次は、ナットの製作です。あらかじめ切断しておいた、短い方のアルミ板線を、家にあるペンチやソケットレンチ、卓上万引きなどを使って、力技で製作します。
ナット完成しました。なんちゃって。うすうす感じていると思いますが、ステンレスや鉄と比較し、アルミなので強度や耐久性は随分劣ります。なので、負荷や振動のないところで使うことをお勧めします。てか、真似する人なんかいないか。以上で動画は終わりです。このアルミネジ、次回の動画制作で使おうと思いますが、他に良い使い道があれば、コメントいただけると嬉しいです。最後までご視聴していただき、ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。